皆さんこんにちは。岡八リノベーションです。本業は漁業の DIYer が築51年の平屋をリノベーションしています。前回からキッチン作りに取り掛かってレンジフードとキッチンパネルの取り付けが完了しました。今回はオリジナルの流し台を作っていきたいと思います。流し台を据え付けるスペースはこちらですね。もともとはこの窓際にあったんですが 1LDK の間取りにリノベーションしたのでLDK と一体的に使えるようにカウンターキッチンにします。今回もですねオリジナルで作ることにしました。こういう据え付けの家具類はデザインやスタイリングも大事なんですが、収まりをよく作るだけである程度かっこよく見えます。収まりよくというのはですね、今回で言うとキッチンを設置するスペースがあったとして、そこに隙間や不自然な出っ張りがなく配置することです。他の例を挙げると、同じ広さの7畳の部屋があったとして、片方は置き型の洋服ダンスを置くスペースがあって、もう片方は6畳の部屋と1畳の作り付けのクローゼットがあるとします。この場合はですね、クローゼットが作り付けられた部屋の方がすっきりかっこよく見えると思う方が大半だと思うのですが、これはですね、収まりが一つの要因として関係しています。はい、余談が長くなりましたが、まずは天板から作っていきます。天板の下地はですね、厚さ 24mm の針葉樹合板を使いたかったんですが、ウッドショックの影響で最寄りのホームセンターがずっと品切れで、入荷の見込みも立たないということだったので困ってしまいました。それでいろいろ考えたんですが、以前知り合いにもらった間柱の修正材をさらに修正して天板の下地を作ることにしました。大まかにカットして並べたらステンレスの天板を合わせてみます。今回も天板は板曲げ .com というサイトでオーダーしました。養生シールが貼ってある方が表面ですね。なるべく大きい節がない綺麗な面が外周に来るように設定します。接着して修正板を作っていきます。ちょっとですね撮影ができていなかったのですが、クランプで圧着した後にこんな感じで板をビス打ちして接着面に段差ができないように補正していました。これは次の日にその板を外しているところです。片方の端をカットしてまっすぐに仕上げます。最近ですね丸ノコの刃を交換したんですが、切れ味が復活してカットも軽快になりました。特に丸ノコは切れ病んでしまった刃を使っているとキックバックが起きやすくなって危ないので早めに交換するようにしています。次に下地に開口を開けていきます。今回 IH クッキングヒーターはビルトインではなくて置き型にするので、シンクと水栓部分だけ穴を開けます。はい、シンクを合わせてみます。このシンクは Amazon で購入しました。550×450mm のちょっと小さめのサイズなんですが、1人か2人暮らし用の想定なので、十分かなと思います。
オーバーフロー用の排水口を取り付ける部分を加工します。では一度ステンレストップを合わせてみます。余裕を持って下地を少し大きめに作っていたので、ぴったり合うように余分をカットしていきます。下地に塗装します。今回使う塗料はこちらですね。浸透系のクリアオイルになりますね。布に適量取って拭き上げながら塗り込んでいきます。反対側と側面も同じように塗装します。1日置いてオイルが硬化してから側面を艶消しの黒で塗装します。ここはですね、塗装する必要性はないんですが、黒塗装した理由は後で説明しますね。ステンレストップを貼り付けます。キッチンは暑い夜間とかを直接置くこともあると思うので、耐熱性のある G17Z というボンドを使います。10分ほど置いてから貼り合わせます。クランプで留めます。ちょっとクランプが足りなかったですね。適当に重いものを置いて圧着します。天板が完成したので次は足を作っていきます。まずはシンク周りの足から。今回このような足元がオープンなキッチンの場合はどうしてもですね、床から給排水のパイプが見えてしまいます。メタルのパイプなんかで見栄えを良くする方法もあるんですが、今回は天板下地の補強の必要もあるので、シンク下はこの字型にぐるっと囲うことにしました。まずはですね、間柱と余っていた針葉樹合板の端材でフレームを作ります。合板はですね、1枚の板からなるべくぶどまりが良くなるように、考えながら計画的にカットしていくんですが、どうしてもね、こういった余分が出てしまいます。そうした端材を捨てるのはもったいないので置いてはいるんですが、気がつくとどんどん溜まっていってしまうので、少し手間が増えても使えそうなところには積極的に使っていきます。資源もね、大事にしないといけないですしね。正面から見えてくる部分を面取りします。はい、一度配置してみます。ステンレスが合わさるとね、結構重いですね。キッチンパネルが傷つきやすそうなので慎重にいきます。収まりもぴったりで問題なさそうですね。はい、では仕上げていきます。外側はこの杉の古材で仕上げます。この板はですね、この家の畳の下に貼られていた粗板なんですが、いい感じにエイジングされていたので丁寧に解体して保管してありました。綺麗に洗浄して使用します。こちら側も正面から見える部分を面取りします。はい、これでシンク側の足が完成しました。ステンレスの質感ともね、相性良さそうですね。自分の中での DIY あるあるなんですが、こういった養生を剥がす瞬間はですね、完成も間近ということでテンションが上がります。IH ヒーター側はですね、足がない方がスタイリッシュに見えると思うので、金物で壁に取り付けることにします。まずはですね、仮の足を入れて高さを決めます。キッチンはですね、バッチリ水平よりもシンクに向かってほんの少しだけ水勾配を取った方がいいと思うので、そこそこシビアに微調整します。取り付ける金物はアングルで作りました。アングルはラフな質感が好きで結構使っているんですが、安くて丈夫でホームセンターでも手に入ってかっこよいという、お気に入りの材料です。鉄なので加工がちょっとね手間なんですが、自由な場所に穴が開けられるので、今回みたいに壁裏の下地にビスを打たなければならない場合も相性がいいですね。壁側は3個穴が開いていて、手前の2穴は柱にビス打ちしてがっちり固定できるようにしました。天板側はたくさん穴を開けて、もし反ったり修正の接着が弱くなってもバラバラにならないようにしています。シンク側は L 金具で固定します。天板の両端にコーキングを入れて防水します。
このシンクとステンレストップの間も水栓の取り付け前にコーキングで防水しておきました。後日ですね、設備屋さんに水栓と上下水パイプを取り付けてもらってキッチンが完成しました。古材とステンレスの相性も良くて結構いい感じにまとめられたんじゃないかなと思います。天板の下地は白木だったんですが、そのまま使うと古材と下地で2色の木が見えてくるので、ちぐはぐになってしまったと思うんですが、黒に塗って木材感をなくしたことで古材とステンレスにメリハリを与えることができました。IH クッキングヒーターとシンク、水栓の黒とも相性よくまとめることができました。結構ねコンパクトサイズなんですが、1人か2人暮らし想定なので、程よいサイズ感かなと思います。浄水器もつけたので水にこだわる方にも喜んでもらえたら嬉しいですね。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったら高評価やチャンネル登録をいただけると励みになります。次回はですね、洗面所を作っていきたいと思います。ぜひご覧ください。